これではダメです。おはようございます。麻生大河改造機の細です。今日はヘッドライトを LED バルブに交換したキャンピングカーのマッシュ、ハイビームインジケーターがつかなくなりましたので対策していきたいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますのでチャンネル登録お願いします。まず K キャンのインディ727もハロゲンバルブを LED バルブに交換しましたが、こちらのインディ727についてはハイビームインジケーターはしっかりついておりますので対策しなくても大丈夫です。車種によって違うみたいですが、マッシュのベース車両、日産バネットトラック、マツダボンゴの OEM ですが、こちらについてはハロゲンバルブを LED バルブに交換したとき、ハイビームインジケーターがつかなくなりましたので対策が必要です。LED バルブの交換の時に私の知識不足でハイビームインジケーターの不具合について触れることができませんでした。申し訳ございません。対策品を購入しましたので、マッシュのハイビームインジケーターがつくようにしっかり改良していきたいと思います。こちらが今回購入した商品になります。Amazon で検索するといろいろ出てきましたが、今回はビアのハイビーム電灯補正ユニット購入してみました。こちらが取扱説明書。こちらが実際の商品ですが、配線の間に何やら抵抗らしき膨らみがある以外はコネクターとコネクターだけです。こちらの商品、ピア製二輪車用 LED バルブ HS1 タイプを装着した後って書いてあります。間違って購入したかもしれませんね。大丈夫でしょうか。まずはこちらのネジ取り外していきます。届かないや。延長します。取り外していきます。取れました。もう一本も取れました。あとは LED バルブを取り付けた時の要領で取り外していきます。コネクターを取り外して対策品を接続します。この部分、思った以上に隙間が空いてしまうので、少し防水のテープ巻いておこうと思います。ついでにこの辺も巻いた方がいいですかね。まずはハイビームインジケーターがつくようになったかどうかのテストしてみます。ライトつけます。ハイビームにします。あれライトついてないかな。ライトついてないですね。ダメだ。はい、間違って二輪 LED オプションパーツを買ってしまいました。これではダメです。買い直したいと思います。はい、間違ってバイク用の商品を買ってしまったので新しく商品買い直しました。 Amazon でハイビームインジケーター点灯ユニット、ハイビームインジケーター不点灯防止等を検索すると2000円前後で商品出てくると思いますが、ちょっと Amazon の説明分かりづらいので間違ってバイク用買わないように注意してください。今回こちらの商品購入しましたが、こちらは基本的に1個でハイビームインジケーターが点灯するようになるみたいですが、2つ必要になる車種もあるみたいです。またこちらは 12V 専用になります。それではハイビームインジケーターがつくかどうか取り付けてみたいと思います。取り外しました。
ちょっとコツが分かってきました。コネクタを外します。で、このコネクタとコネクタの間にこちらの商品を取り付けていきます。結構スペースが必要だな、これ。入るかな？あんまりスペースないんですよね、この後ろ。この下に逃がすかな。ちょっと難しいな。仮止めして、まずハイビームインジケーターがつくかどうかのテストしてみたいと思います。ライトつけます。ついてますね。ハイビームにします。お、ハイビームインジケーターついてますね。ライトもしっかりついてます。こっちも問題なくついてます。問題ないですね。購入した商品でしっかりハイビームインジケーターがつくようになりましたので安心しました。しっかり取り付けていきますけれども、こちらの不点灯防止ユニットがヘッドライトの奥に隙間が少なかったので、ヘッドライトの下にぶら下げています。今の状態だとちょっと心配なので、コネクタのところにテープを貼って防水しておきたいと思います。日産バネット、マツダボンゴの場合、奥ここまでしかありません。なので、こちらのユニット、結構幅があります。この奥に入れるのはちょっと難しそうなので、この下にちょっとぶら下げるように取り付けたいと思ってますが、ここですね。ここの部分が下に来るので、ちょっと防水性が心配です。そこで防水対策しておこうと思います。一回ヘッドランプを外した状態で防水のテープ貼っておきます。ついでにこっちも防水テープ巻いておきます。あと購入したユニット、この下にぶら下げておきます。この配線が邪魔にならないように。よいしょ。ここははまったけど、ここははまってないな。はまりましたか？ここがはまってないな。よし、はまった。よっしゃ。はい、今回はキャンピングカーのマッシュですけれども、もともとついていた純正のハロゲンバルブを前の動画で紹介した LED バルブに交換したとき、ハイビームインジケーターがつかなくなりましたので、Amazon で購入した対策品でしっかりハイビームインジケーターつくようになりました。Amazon でハイビームインジケーター点灯ユニットやハイビームインジケーター不点灯防止などと検索すると、2000円前後でいろいろ商品出てきますが、まず HID 用と LED 用があります。
HID 用は余ってる片側のコネクタに挿すタイプで、LED 用はコネクタとコネクタの間に取り付けるタイプです。また、左右両方2個取り付けないといけないタイプと、1個取り付ければハイビームインジケーターがつくタイプと2種類あります。また、バルブの形も今回 H4 でしたが、他にもバルブの規格がいろいろありますので、自分の車に合った規格のユニットを購入するようにしてください。また、今回取り付けたのは 12V 用ですが、24V 専用のものや 12V と 24V 共用のユニットもあります。また、Amazon の商品説明ちょっと分かりにくいですけれども、特に二輪用、四輪用とは記載されてないかもしれません。私みたいに間違ってバイク用を買わないようにお願いいたします。まとめますが、購入する際には、1、自動車用なのか、2、LED 用なのか、3、バルブの規格が合っているか、4、12V 用なのか、5、1個取り付けるだけでいいのか、購入前にご確認お願いします。また、Amazon の評価を見てみると、ほとんどそのユニットでつくようになった方もおられる中に、役に立たなかったというレビューもたまに見かけます。なので、購入するときには、できれば自分の車種と同じレビューを確認していただけたら間違いないかと思います。今回私が購入したユニットは動画下の説明欄にリンクを貼っておきますが、日産バネットトラック、マツダボンゴは1個取り付ければ大丈夫だと思いますが、車種によっては2個取り付けないと対応できない車種もあるみたいですので、しっかり購入前にはご確認お願いします。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。多分次の動画は旅動画をアップできるんじゃないかと思います。